はめるのに10分かかりました。これを量産できればハサミでチョキチョキ切っていく。改造に使えたら使って。忘れてた、ここ電池の蓋のほら、冬季のイベントに来ないか。ウェーブシリコンゴムってやつを入れ、ここに色使いすぎると Z ドライバーが死んで、こうやる感じで特撮改造エキシビジョン。さあこんにちは、パウチでございます。今日も改造していきますよ。今回のターゲットはZ ドライバー早速いきますよ。第1話では謎の多すぎる Z ですけどもね、これから1年間楽しんでいくためにこれをちょこちょこ改造していきます。これね、改造次どうしようかなと思っていろいろ考えてネットで検索とかするんですよ。 Z のことをもっと詳しく知ろうとして。そうすると必然的に知識が増えてって Z のこと好きになって1年間 Z 大好きで過ごせるっていうね、そういうメリットも改造にはありますからっていうことを皆さんにお伝えして改造いきましょうか。はい、チャンネル登録元の方今すぐポチッとお願いします。グッドボタンも忘れずにワンです。さあこれから1年間の Z 改造を占う大事な改造ですからね、今回も頑張らず楽しんでやっていきます。最後まで見てね。さあ行きましょうか。今回ね Z ドライバーどういう風にするかと言いますと、もうこれ割と簡単ロマン改造だと僕は思ってます。ブレス型アイテムにします。ブレス型はやっぱロマンですからね。変身ベルトもう腰に巻く時代じゃないと、胸まで持ってきたぞ。したらそのまま心臓から手に向けて血が流れるようにね、さーっとこうブレスにしようじゃないかっつって。いやー楽しみですね、どんな感じになるか。そしてベルトはこのようにもうこことここでカチャッと締められるように改造してあります。これはもうこの紐外してここのパーツを付け替えただけなので誰でもできます。これちょっとシートベルトみたいでね、ドライブっぽさもあるよね。いいよね。でここがってガンガンっていうのがマッハドライバー炎みたいやなってショートでも言ったんですけど、じゃあこれもつまりドライブにかなり近いなっていう風に思ってる方もいらっしゃるんじゃないかな。さあそしてこれをブレス型アイテムにするにはまあこのまま手入れてこれではいブレス型 OK 完成っていうのでもいいんだろうけど、もうちょっとやっぱりねしっかり加工したいなと思います。そこで今回の改造に使うこのブレスアイテムというかな、これでございます。8月にねワークショップした時にそこに来てくれてたワンネスがこれくれたんですよ。ジャンク品なんですけど、まあ、改造に使えたら使ってパウチっつって、なのでありがたく使わせていただきます。でも使うのはこっちだけ。こっちはまた別の何かにね使おうと思います。これほんとね両方かっこいいってすごいよね。01どうなってんねん、ほんとにかっこよさ止まらへんよね。でこれをまあブレスこういう風にしてねこうはめようかなと思います。そうするとこう都合のいいことにここにねベルトの隙間が空いてるんですね。だからそこにもともとここについてた紐というかなんていうのかな、これですね。まあこれをこの穴に通しますという、もうこれだけです。めっちゃ簡単工程で、これをこうやってほらいいでしょ、かっこいいでしょ。ここはもうギュッと止めるんだけど、これはねマジックテープいきましょうか。マジックテープはホームセンターでだいたい量り売りしてますわ。これ人それぞれ腕のね腕回り違うと思うので、手首回りか違うと思うので、それぞれ測ってね真似するなら測ってやってもらいたいんだけど、この場合はここですね。ここにこんな風に貼ろうかな。ベルト分の幅があればいいのでハサミでチョキチョキ切っていこう。接着は G17でビタッと。でこれはこう剥がしてつけてっていうのをこうやって繰り返すとどんどんね接着粘着が強くなるんですよ。これはねグルーガンじゃなくてやっぱり G17 とかそういうボンド系でやってほしい。グルーガンだとね心もとないね。あまりも切っちゃおう。よし。マジックテープはねオスメスってあって質感が違うんですよ。でオスメスだとギュッとくっつくようになってます。オス同士メス同士だとすぐ離れるからね。貼る位置の合わせ方はこうやると簡単。オスとメスをくっつけた状態で必要な幅だけ切っておく。接着剤を塗った上にベルトをギュッとすると一発で決まるから。よっしゃー OK。 これまあこのまま置いとくだけでくっつくと思うんだけど、もしより強固に確実にくっつけたい人はここ両側からね洗濯バサミ何個も挟むんですよ。わーって洗濯バサミ何個も挟んで一晩もいらんかな、まあ 3,4 時間置いといたらもう確実にガッチガチになると思う。よし、じゃあブレスができたところで、ほいみんな冬季のイベントに来ないか。9月23から28、時間は毎日11時から18時、東京神楽坂のアコメヤ東京さんで陶器と米店に出店します。僕のお父さん陶芸家なんですよ。だから父の陶器を販売します。今回は小皿メインのイベント。いろんな作家さんのちっちゃい可愛い皿がいっぱい置いてある。小皿以外にもいろいろあるけどね。僕23、27、28は1日いるけど、それ以外はたまにいる。詳しくは動画概要欄でチェックして。そして陶器関連のワークショップもやってます。まず絵付け、お皿に絵描くやつ、簡易金継ぎ、割れた陶器を直すやつの簡単バージョン、陶器のかけらでコースター作り、そして指ろくろ体験で、
で僕はお皿の絵付けをたまに担当してます。たまにってなんやねん。ちょっとややこしいんだけど、9月23の12時から13時、27の13時から14時、28の14時から15時。ほら、たまにやろ。まあその間に来てくれたら僕教えます、境に。で、これは僕はあくまで店員さんとして会場にいるので、陶器に興味ある人だけ来て、陶器っていうのは本当に出会いなのよ。その時そのお店、その時間にしかない陶器っていうのがあるから、ぜひ僕に会うんじゃなくて、陶器に出会いに来てほしいのよ。陶器の世界深くて面白いぞ。扉開くチャンスや。時間がない、お金がない、遠い。いや、わかるけど、その理由で拒否するのはもったいないって。勇気出してアコメ屋さんおいで。さあ、この陶器のイベントは23から28なんだけど、その前、20、21が僕、武蔵浦和駅でマルシェをやるんですよ。ワークショップと武器ガチャ。で、ワークショップ予約制なんだけど、まだ若干空きがあるので、動画概要欄の URL から予約フォームに飛んで、空き時間調べてちょっと参加してみてよ。両方のイベント回ってまーす。今度は Z ドライバーとドッキング。それに使うのももちろんマジックテープ。で、Z ドライバーをこんな感じでここにポンとつけたいんですよ。で、ここにマジックテープを貼ろうかなという。なので、ピタってやると、だいたいこの真ん中なんですよね。で、この先、今回の改造のその先の改造ですけど、貼り付け式でいろいろやっていきたいなとも思ってて、あとこのカバーが外れるっていう点でね、これも利用しつつ、いろんな改造をこれ、使い回ししていきたいなと思ってるんですよ。なので、いろんな改造にもきっと応用できるだろうということで、このマジックテープをここにビタッと貼っちゃいたいなと思います。だからこの辺までで切ろうかな。で、これをこのままスコンと貼っちゃうと、この電池交換ができなくなるね。そうなったら一大事。なので、まずは両面テープ。もう適当でいいです。両面テープを電池蓋のギリギリのところね。ギリギリじゃなくてもいいかな。適当にやってる。こんな感じでビタッとつけて、電池蓋を外す。はい。それで、このラインに合わせてこれを切るだけ。めっちゃ簡単でしょ。でもみんなマジックテープ貼らないよね、そもそもね。何かの改造に応用してみて。で、ほら、綺麗に線切れてるでしょ。蓋にぴったりのマジックテープ。そしたら、本留めしちゃいましょう。両面テープだと弱いので。はい、ここに貼っちゃうと。忘れてた。ここ電池の蓋の、ほら、開ける時の押す穴。なんていうのこれ。これ忘れてた。ハンダコッティングで開けましょう。危ない。はい、オッケー。はい、設置して、そして残りのマジックテープも G17 でしっかり貼り付けよう。こんな風にマジックテープ貼れました。これ実はね、僕ね、10年前ぐらいかな、ディケイドの途中から見始めて、ダブルから本格的におもちゃ買うようになってね、しばらくして、外務ぐらいで気づいたのかな。マジックテープがあればカチャってできんじゃねと思って、そっから戦国ドライバーはじめ、過去のドライバーとか、全部ね、マジックテープ貼って、こういうベルトにほら、カバン、斜め掛けのカバンとかでカチャってやるジョイントあるやんか。そういうカチャ紐と、こういうジョイントマット。要はだから、これの代わりにジョイントマットなんですよ。で、そこにマジックテープ貼って、それを腰に巻いといて、戦国ドライバーなら戦国ドライバーを、カチャってやると、もうここでマジックテープでくっつくから、ピタって腰につくみたいな。それでダブルドライバーとか、オーズドライバーもそうですけど、いろんなやつをね、特回一回その時一人暮らししてたんだけど、壁にドライバー全部飾ってて、それをね、もう会社から労働から帰ってきて、こう、カチャカチャやって遊んでたんですよ。で、これドライバーに加工するの嫌じゃない人は、めっちゃおすすめ。すっげえ気持ちいいから。だから僕の改造動画ね、過去動画を振り返ってみて、こう最初に説明してる時にチラッと裏が映って、ここにマジックテープピターって貼ってあるやつとか、たまにあると思うんですけど、それはまさにそういうことですよ。もういちいち説明してないけど、そういうカスタムもやってました。いや、今日グルーガンの出番ないかもな。本当に工作みたいになってる。こういう回もいいよね。さあ、そしてこっちにメスを貼ったので、今度こっちにオスですね。これで、ここはね、ここ隙間があって完全接着ではないから、さすがにちょっと置いときます。特撮改造エキシビジョン。さて、ここでね、この間のショート動画でも言ったんですけど、この Z ドライバーについてる蓋、この奇跡の取り外し可能な蓋ね、これを量産できればいろんな改造していけるなと思ってね、量産できないかなってずっと考えてたんですよ、シリコン型取って。ただこのカーブとかね、結構ややこしいんですよね。複雑なことはやりたくない。でもたくさん量産したいというね、わがままなんですけど、ちょっと意外と簡単工程でできないかなと思ってね、やってみたいと思います。これでもすごいよね、こんな丸々剥がせるようにっていうショート動画でね、これはパウチの改造のために外せるようになってるんだって言うてくれてるワンネスもいた。嬉しい。バンダイさんどうなんですか、正直。僕の動画見てくれてるんですか？だとしたら嬉しいな。僕のためにこれっていうのはありえないと思うけどね。それは僕が勝手に言ってる冗談ですけど。いやでもね、すごいですよ。奇跡が起きたなと思いました。で、このシリコン型を取るにあたって、この辺の隙間、こういうところはね、別にね、いらないんですよ。だから粘土で埋めちゃいます。よし！穴が塞がりましたね。見えるかな？見えててほしいな。で、これ逆さにしても同じなんですよ。両方入るので、これがまた便利なんですよね。で、シリコン型なんだけど、これ全体の型は必要ないなと思ってます。例えばレジェンドライダー系やるときにも、ここがとにかくハマっててくれて、この
の辺少しカバーがあれば、もうあとは繋ぐような造形すればいいと思ってるので、この辺までのところを作って、なおかつひっくり返しても同じ機構っていうことで、もう片方でいいなと思ってました。この輪っかなしで、これの型作れればなんとかなんじゃないかなと思って。ということで使うのはプラカップ。まあ紙コップでもいいかな。これのね、ここにね、粘土貼るんですよ。うまくいくかな。この粘土でカバーを支えるつもりなのよ。それで、こうですよ。はい、こんな感じ。見えるかな。はい、こんな感じ。よし、これでちょっとね、シリコン流してみようよ。はい、ミスターシリコーンってやつをまず入れていきます。で、これがもうなくなっちゃったので、缶の周りについたシリコンを全部こそぎ取って、できるだけ無駄のないようにプラカップに入れていきます。これだけでは足りないんだけど、とりあえずこれ専用の硬化剤を入れて、ぐわーっと混ぜまくります。で、混ざったら今できた分だけとりあえずカップに注いでいきます。でもこれね、シリコン注いでからカバーパーツ突っ込んだ方がやりやすかったね。とにかく入れにくかったわ。今度違う種類になっちゃうんだけど、ウェーブシリコンゴムってやつを入れて、今度はこっちの硬化剤を入れて、うわーっと混ぜます。もうとにかくムラのないように混ぜまくるっていうのがポイント。違う種類でも大丈夫なんかなとビビりながらシリコンを注いでいきます。で、このままうまいこと固まったかどうなのかっていう続きはまた今度ね。頼む、うまくいってくれ。塗装ブースの掃除しましたまあそれはいいとして、今回は全体を真っ黒にします。基本色は黒。ここに色使いすぎると Z ドライバーが死んでしまうので、もう抑えて抑えて。そしてポイントとして緑色。これも Z の緑色やから青緑ですね。引き算ですよ。抑えて抑えて引き算。ほい、塗れました。いい感じの色合いにまとまりましたね。そして Z ドライバーを装着。バーンっていきたいとこなんだけど、このベルト部分はね、自分でここで締めなあかんねん。これがね、100均に売ってる超強力磁石よりも強い磁石なんかあればね、バチンとはめられるんやと思うけど、ほらもう見てわかる通り、すごいはめにくいのよ。はい、はめるのに10分かかりました。うっそっぴゃ。これでこのベルトの端っこも光ってくれることでしょう。じゃあカプセルもはめていきましょう。このはめ方も難しいよね。こうやってはめんのか、こうやってはめんのか。でもまあこうはめましょう。そしてこうやって変身気持ちいい。見た目のインパクトもあるでしょう。これブレス型。いや、やっぱいいわ。やってよかった。まあ、一発目にふさわしいインパクトの、簡単やけどインパクトがあるっていう改造ね。Z ドライバーも裏面以外はほぼ無傷っていうね。あとこれね、カバーね、ちゃんとあるんですよ。あるんですけど、シリコン型もうまいこと取れてね、ちゃんと無事にありますが、これ、まあ、はめるのもいいんですけど、ない方が僕はちょっとプロトタイプ感出て、かっこいいなと思って、まあ、なしで今回やってます。サムネもなしです。僕は大変気に入ってますが、皆さんいかがでしょうか。そして最後にね、カバーのシリコン型。こんな感じでうまくいってます。ここ細いところにレジンが入って今固まってます。で、これ光通さないんだけど、試しにアイボリーでやってみたら、はい、こんな感じにしっかりつきました。これでね、レジェンド系全部いけますから。よっしゃ !1 年間楽しくなるぞー。今回の動画も良かったっすか？グッドボタンとチャンネル登録で僕パウチを応援してください。いや、僕はね、動画を最後まで見てくれたあなたが大好きなんですよ。作るって楽しいをもっともっと広めていくためには、ファンの皆さん、ワンネスたちの力が必要です。自分の好きなものを作って楽しむ。これがやっぱり幸せなんですよ。作るって楽しい。